こんにちは、青22号です。今回からこれを作っていきます。ドイツレベルの144分の1アントノフ AN124 ルスランです。日本では今年の3月に発売されたキットで、キット自体は2005年に作られた金型となっています。19年前のキットということになりますが、特に古さは感じないモールドです。実機が大型の機体なので、各パーツはそれなりに大きかったり、4発分のエンジンのパーツや12軸24輪ある足回りのパーツなど、パーツ数は多めの構成となっています。というわけで早速作業を進めていきます。説明書の順に従って胴体内部から組み立てていきます。このキットは胴体内部に内部再現も兼ねたフレーム構造があり、これによって大型の胴体の強度を確保する仕組みとなっています。まずはその内部構造のパーツを全て黒で塗っていきます。これは完成後光が透けるのを防ぐためです。なおこのキットは前後のカーゴドアを開いた状態でも再現可能で、そのため見えることになるカーゴ内部も再現されています。今回カーゴドアを開閉どちらで仕上げるか迷いましたが、今回は閉めた状態で仕上げることにします。実はこれを塗っている時はまだ迷っていて、艶ありと艶なしの黒で塗り分けているのはその名残です。塗装が乾いたら組み立てていきます。接着面のパーティングラインはしっかりと削っておきます。胴体の強度を確保する部分なので、確実に接着するために接着面はできるだけ平らにしておきます。主にセラブレードを使って削っていきます。場所によっては紙やすりや金属製やすりを使う場合もあります。平らになればそれでいいので、場所によって使いやすいもので削ります。削っては合わせてというのを何度か繰り返してピタリと合うように調整していきます。接着面にパーティングラインやバリが残っていると、その出っ張りによって接着面同士が密着しなくなり、後から外れたりする原因となります。また組み立て精度にも影響してきます。パーツ同士が密着して接着していないと、その分本来の接着位置からずれることになります。ずれたまま組み立てを進めていくと、そのずれが積み重なって後々うまく組み合わせられないパーツが出てくることがあります。そういったズレが出ても影響が出ないように設計されているキットもないわけではないのですが、こういった調整はしておくに越したことはないでしょう。このキットも今回のような調整をしなくてもそれほど影響がないような構造をしている気もしますが、念のためということでやっています。海外のキットだとまだまだこういった部分は考えながら作業を進める必要があるようです。接着には流し込み接着剤を使って確実に接着していきます。たとえはみ出したとしても完成後は見えなくなる部分なので、強度優先でしっかりと接着しておきます。コックピット部分を作っていきます。6人掛けのコックピットが再現されているので簡単に塗り分けておきます。まずは下地も兼ねた黒を塗り、この黒はメーターフード部分の色となるので、その部分をマスキングしていきます。マスキングはまず細く切ったマスキングテープを境界に貼ります。中央が一段高くなっているので段差のところでマスク漏れを起こしやすいので、入念に竹串でテープを押さえて隙間が出ないようにします。それ以外のところは適当にテープで埋めていきます。マスキングが終わったらコックピット内部の色としてグレーを塗っていきます。細かくて入り組んだ形のところなのでエア圧は少し低めにして、希釈もいつもより少し濃いめにして塗ります。先ほど組み立てた胴体側にある隔壁もコックピットの一部となるので忘れずにグレーを塗っていきます。塗装が乾いたらマスクを剥がしていきます。そして胴体に接着します。胴体側に接着してから塗装しなかったのは、接着してからだと隔壁付近が塗りにくくなるだろうと思ったためです。脚庫の内壁のパーツを塗装していきます。まずは下地の色としてフラットブラックを塗っていきます。最終的にここはグリーンを塗るところですが、形状が細かくデコボコしているので一旦フラットブラックで塗りつぶします。そしてこれは接着する面にも塗ります。接着する面にも塗ったわけは、塗ったフラットブラックを捨てサフ代わりに使うためで、接着面はこのようにあらかじめヤスリがけして平らにしておきますが、捨てサフ的なものを塗っておくことでヤスったところが分かりやすくなります。なおパーツにはパーツ番号を記入しています。
左右でパーツがとても似ていたので、間違えるのを防ぐために番号を記しています。完成後は見えない部分なので、番号を記しても問題はないはずです。組み立てたらグリーンを塗っていきます。奥まったところは少し深いので、エアーツは少し弱めにして塗っていきます。こういったところをエアーツ強めにして塗ると、2つ問題が出てきます。1つにはエアーツが強いと気流の跳ね返りが強くなるので、奥まで塗料が届きにくくなります。もう1つは細かいところなので、ノズルを絞り気味にして塗ることになりますが、突出する塗料を絞った状態でエアーツを強くすると砂吹きになりやすくなります。胴体のパーツの裏側に黒を塗っていきます。これはカーゴルームのパーツと同様に光が透けるのを防ぐために塗っています。果たしてどれほど光を遮っているのかははっきり言って未知数で、効果のほどは塗らないよりは重量感が出るという感じですが、塗装の練習にもなるので私は毎回塗るようにしています。広い面積を均一に塗るというのは日頃から練習していないとなかなか難しいものです。こういった完成後見えない部分で練習することはスキルレベルの維持に役立ちます。今のうちに重りの量を確認しておきます。胴体をざっくりと仮組みして、主翼と尾翼も仮にテープで留めた状態で四角前後の重量バランスを確認します。そして様子を見ながら重りをテープで仮止めして、前が重くなる重りの量を割り出します。重りの量が分かったら、その重りを胴体内部に固定しますが、接着剤だけでは後々外れそうだったので、プラ棒で簡単な桁を作って重りを固定しやすくします。見栄えはあまり重要ではないので、現物合わせて作っていきます。なお重りは釣り用の1号重りを6個使っています。テストで確認してバランスする量は4個でしたが、余裕を持たせて2個多くしています。1号重りは1つ 3.75g とされているので、約 23g ということになります。ちなみに説明書の指示では 50g となっています。瞬着は衝撃に弱いので、ここは G クリアを使っています。そしてそれでも万が一外れた時のために、念のためテープで補強しておきます。胴体を組み立てていきます。接着には流し込み接着剤を使います。筆を使って流し込んでいます。接着剤を筆につけると、使用後に筆が固まって使い物にならなくなると思うかもしれませんが、実はそんなことはありません。流し込み接着剤は通常のプラ用接着剤と違い、樹脂が含まれていないので、筆は使用後も通常の筆として使えます。実は流し込み接着剤の成分は塗装器具を洗浄するための溶剤であるアセトンが主成分なので、ツールウォッシュで筆を洗っているのと同じことになります。接着後はしばらくテープで補強しておきます。映像はある程度作業を進めた後の状態です。最初にステサフ代わりのグレーを塗ってからヤスリがけして合わせ目を消した後、再度グレーを塗って状態を確認します。今塗っているのはその確認用のグレー塗装です。ここでは全体を塗るのではなく、必要と思った部分のみを塗っています。と、ここまで作業を進めてきて、とある部分の作業を忘れていたことに気がつきます。次回はその忘れたところから進めていこうと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。青22号でした。